増税をするから良くないっていう話があるんですけど、働いてる人の視点なんですよね。働かないでお金をもらう側になったら、政府の予算は多ければ多い方が自分に回ってくる可能性が高いんですよ。29歳独身男性、アメリカ在住です。来年春に現職の仕事契約満了のため日本に帰国する予定なのですが、その後キャリアアップのためにアメリカの大学に進学するか、現職の経験を生かして日本だったりから迷っています。ルクさんの見解をお聞かせください。アメリカで働いた方がいいと思いますよ。あの、その、多分アメリカで働いて卒業するとアメリカの会社に働くビザ的なやつがもらえたりするので、なのでアメリカで生活できてアメリカのその会社で働ける能力があるのであれば、日本に帰ってこない方が収入は全然多くなると思いますよ。日本はその収入が全く増えないんですよ。給料が全く増えない国なんですけど、アメリカはその間年間2%、3%とかで昇給し続ける国なんですよ。で、今日たまたまニュースであったんですけど、アメリカドルに、えっ、と、その、アメリカドルに銀行口座に入れると、アメリカの工程具合が今5.5% とかなんですよね。なので、基本的にアメリカの銀行、大体どこ入れても4%か5%とかの利子がつくんですよ、アメリカドルが。で、日本のネット銀行とかもそうなんですけど、で、三井住友銀行が入れると0.01% だったんですよね、ドルなのに。っていうので、でも日本円が0.01% だから利子つかないのが当たり前だよと思ってる中、アメリカというのは資産がずっと4%、5%で増え続けるってみんな思ってる国なんですよ。なので、じゃあ100万円手に入りましたって言って、100万円を銀行に入れとくだけで、毎年5万円タダで手に入るんですよ。まあ、円じゃなくてドルだけどね、5万円分ね。なので、1000万円やると、じゃあ毎年50万円手に入ります。で、じゃあ毎年50万円もまた入れてってやって、複利でどんどん増えるから、だいたい2000万円ぐらい入れとくと、毎年100万円ぐらい入って、で、その100万円も使わないで入れとくと、どんどん増えていくよね、みたいな感じで、ある程度お金があると、結構豊かな生活ができるよね。で、もちろん給料もずっと増え続けますっていうのが、日本以外の国なんですよ。っていうのを考えると、日本には戻ってこない方が幸せなんじゃないかなと思うんですけど、私にはアフリカ系フランス人の友人がいます。彼からフランスには APL といって家賃を補助してくれるシステムがあると聞きました。学生や無職の社会人、低収入のお金をもらうことが出ると聞いたのですが、本当ですか？はい、本当です。日本も都会じゃなくてもそこそこ住宅費がかかるのに住宅に関するサポートが少ないです。しかも日本ではなく20代の年収の中央値は200万円台だと200万円台だと言われています。フランスが少し羨ましいです。外国人ももらえます。なので、僕は僕違うか。学生ビザとかで来た場合に、その収入がないですっていうと、普通に家賃補助が出るんですよね。なので、住んでる地域とか、にもよるんですけど、パリに住んでると、家賃2、3万円分ぐらいくれるんですよね。なので、僕の知り合いのすげえ金持ちが、収入は日本で申告してるんで、フランスだと収入がないっていうことになってて、なので、フランス人の払った税金から、なぜか金持ちの日本人の家賃がずっと払われてるっていう謎な状況になったりするんですけど、っていうのがあるので、割とその家賃もらえるのが当たり前っていう感じでフランス人を考えたりします。フランス人じゃなくてもらえるっていうあたりがフランスっぽいなと思いますけどね。日本はなんで、武装衛星中立国にならなかったのですか？なれません。また今の日本を武装衛星中立国にするにはどうすればいいですか？ひろゆきさんが考え続く限りの理由を教えてください。まず慣れないのは、武装をさせないっていう形でアメリカが武器を全部持ってきました。で、自衛隊もなくしました。その警察予備隊としてできましたっていうのなんですけど、でも一応アメリカのその米軍基地を置くことによって、米軍の核の傘のことになりますよっていうのがあるんですけど、で、そもそも論、衛星中立国に本当になろうと思うと、核を持ってないとなれないです。なので、その核のない国ってやっぱ攻められちゃうんですよ。なので、ウクライナも攻められたじゃないですか。で、ウクライナ攻められましたって言って、おいおいロシアって言ってみんながロシアを攻めようかと思ったけど、ロシアも核を持ってるので、その口では言うけど攻撃はできないよねっていうのがあるので、なので、現在で衛星中立国をやるのであれば、ものすごい武力というのが必要になります。で、もしくは核。で、スイスとかが一応永世中立国で核を持ってないんですけど、じゃあなんでスイスを攻めないのかっていうと、スイスを攻めると、そのヨーロッパの真ん中にあるので、なので結局、どこの国と戦ってスイスを倒すのかっていうことになっちゃうんですよね。で、あと昔のスイスの戦略としてやってたのが、世界中の金持ちの財産と子供たちをスイスに集めるっていう。
なので、寄宿学校、要は子供を住み込み、宿舎に住まわせて、優秀な子供を育てるみたいな寄宿学校の、世界的に有名なやつって結構スイスにあったりするんですよ。なので、キム・ジョンウン、北朝鮮の、今一番偉い人の、キム・ジョンウン、ジョンウン、ジョンナム、ジョンウンが、もともとスイスの寄宿学校にいたりとか、で、あと、スイス銀行って言い方をされてて、そういう言い方で、知ってる人が多いと思うんですけど、その世界中の人が割とスイスに銀行口座にお金を持ってたりとか、スイスのその銀行の貸金庫にいろいろしたりするので、戦争になっちゃうと、俺の財産なくなっちゃうから嫌だよねっていうところがあったりするので、なのでスイスをなるべく攻めないようにする。で、あとスイス人って別にその永世中立国にその簡単になれたかっていうとそうでもなくて、基本的に国民徴兵制で、皆さんみんな戦争の訓練してるんですよね。なので、そこら辺のなんか八百屋とかの裏には、そのなんか倉庫があって、マシンガンが普通に置いてあったりとか、で、ちゃんと練習してるので、なんかそこら辺のなんか魚屋のおっちゃんとかが、なぜか戦車を運転できたりとか、で、そのスイスって、じゃあどうやって戦うのかっていうと、基本的には守りまくって、テロでひたすら時間を稼いで、攻めてる側が、スイス倒してもしょうがないよねっていう風にして、時間切れで勝つっていう。例えばじゃあ、イラクがなぜ攻められたのか。で、イラクって石油があるので、攻め取ると、その石油を掘って大金持ちになれるから、イラク欲しいよねってなるんですけど、スイスあんまり資源ないんですよ。もともとその資源的なものがないので、じゃあスイスを倒しましたって言って、スイスに行って何が手に入ったかっていうと、景色のいい山とか、綺麗な水とかなんですよ。で、なんか主要な産業、時計とかなんですけど、時計も時計職人がいないと全然作れないじゃないですか。なので、その攻めるコストがめちゃめちゃ高い割には、取れるものがないっていうのがあって、で、あとその山しかないので、要はその、パルチザン的な、要は、街を占領されてもいいけど、その後俺たちは山に入って、お前ら一人ずつ殺すからなっていうテロ合戦をやられちゃうと、やっぱりなかなか勝てないんですよ。なので、その攻めて倒すのも難しいし、倒した後も取るものがないってなっちゃうと、やっぱり微妙だよねっていうので、スイスをそもそも攻めるというメリットがあんまりないっていうのがあるんですよね。で、翻って、じゃあ日本がどうかっていうと、関東平野とか、それなりに平地があって、で、産業が作られていて、っていうので、これ取ったら結構美味しいよね。で、不沈艦と言われてたりもするんですけど、要はその、太平洋に合わせて、その中国がありますと。で、その前にちょうど日本が島のようにあるんですけど、要はその、ここがアメリカだからアメリカとしては太平洋を自由に使えるんですよ。でも中国からすると、この日本さえ取ったら、むしろ太平洋行きやすくなるっていうのがあって、なので、その日本を取るかどうかっていうので、そのアメリカ側から見た場合は、その日本を取ったおかげで太平洋はアメリカの自由にできますよと。で、中国から見たら、日本さえ取れば、その太平洋はバンバン攻めるようになりますよ。で、ハワイとかグアムって言っても、やっぱ日本の中本土が広いので、なので、そのハワイとかグアムに多少アメリカの基地があっても、じゃあ日本取れば結構いけるよねってなるので、なので、その、地図上で日本の位置というのがめちゃめちゃ重要だったりするんですよ。で、翻ってスイスってマジ山の中で行くの超大変なんですよ。どちらかというと通りたくないし、通るのめんどくさいからスイスを避けるっていう。なので、スイスはなかったことにしようっていうので、割とヨーロッパの戦争っていろいろ行われるんですよね。で、たまにそのスイス経由で、ドイツの人たちがイタリアに攻めてきて、マジかよ、スイス通るのかよ、すげえな、みたいな。っていう感じで、割とスイスを無視した歴史と、その太平洋を中心とした場合に、そのどっちから取っても日本で取れると便利だよねっていう、その地政学の問題があるので、なので、なかなか日本が武装中立国になるんだとすると、もう核を持つしかないんじゃないかなと思います。なので、もう北朝鮮に金払って核持っちゃうっていうぐらいの方が、長期的には僕は正しいんじゃないかなと。極悪人の周囲の者がトップを殺さないのはどうしてですか？最近話題のロシア連邦のプーティン大統領を守って霊視の中にはトップを恨んでいる者は一人いるでしょうし、銃で暗殺すれば世界的ヒーローとして歴史に名を刻むことができます。自分は殺されるかもしれませんが、それでも世界を救いたいと思う兵士は一人いるはずです。なぜ暗殺を行われるのでしょうか？まず、極悪人だと加藤さんが思ってるだけで、あの、ご存知ないかもしれないですけど、ロシア人はプーチン大統領を支持している人の方が多数派です。では、多分ツイッターとかでも検索すれば多いと思うんですけど、岸田首相を退陣しろとか嫌いだって言ってる人は、インターネット上には多いんですけど、
日本人のレベルでいくと、投票に行く人の中で自民党に投票している人が多数派です。なので、投票に行く人という中でいくと、自民党に投票している人が多くて、自民党の中でいくと、岸田さんを首相にしたいと思っている人が多いです。なので、じゃあ自民党総裁がなんか自民党の人たちが集まってますとか、日本政府だと、なんか自民党と公明党の人たちが集まってるっていう状況であれば、岸田さんが正しいとみんな思ってます。なので、要は、極悪人だと思うのは、まあ、勝手なんですけど、ただ、極悪人だと思わない人もいて、で、世の中は、そういう人たちによって組織というのは結構作られている。なので、日本の人だと、北朝鮮の金正恩良くないよね、みたいな人いると思うんですけど、北朝鮮の中では、金正恩が主席で良かったと思う人の方が、多分多数派です。世論調査があるわけじゃないから分かんないけど、はい。そう、だから増税をするから良くないっていう話があるんですけど、これは働いてる人の視点なんですよね。要は自分で稼いで、自分で税金を払う人にとってみたら、増税というのは悪いことなんですよ。でも、働かないでお金をもらう側になったらどう考えるかっていうのを考えてみてください。要は、増税するということは政府の予算が増える。で、政府からお金がもらえる側だとすると、政府の予算は多ければ多い方が自分に回ってくる可能性が高いんですよ。例えば政府からなんかじゃあ建築の仕事を受けています、ダムの工事を受けていますみたいな会社の社長とかがあれば、自民党がどんどん政府予算を大きくしてくれて、で、ダム直した方がいいよねとか、この橋直した方がいいよねとか、じゃあ病院を運営しています。そしたらじゃあこの高齢者がバンバン来て、なんか治療してっていうので、高齢者の生命保険料とか医療費っていうのは国がバンバン出しますってなった方が全然儲かるじゃん。っていうので、増税した方が予算が増えるんだから、俺たちの取り分が増えるよねという考え方の人であれば、増税は賛成なんですよ。で、じゃあ所得税が増えましたって言っても、年金暮らしをしている人とか、生活保護の人は全く関係ないんですよ。だって納税しないもん。なんで、日本の3分の1が今、高齢者と生活保護者なんですよ。3分の1ですよ、33%。なので、働いて、増税、税金を払わなきゃいけない、納税をしなきゃいけないっていうのは、多分ね、3分の1ぐらいで、残り3分の1が子供とか外国人とか多分そういう会社だと思うんですけど、なので、増税というのが、増税をするのは社会にとって良くないって言ってるのは、実はもう少数派なんじゃないかっていう。なので、まあ、なぜ岸田首相が今の意思を維持できているかっていうと、それが多数派の意図だからということだと思います。はい。